こうやって身を開けばこんな感じで簡単にほぐれるんですよ。毛ガニの茹で方、さばき方ということで、毛ガニね、茹でて、で、このね、殻の外し方をね、紹介しようかと思います。毛ガニってね、こういうね、おがくずに包まれてくるんで、まずはね、このおがくず洗い流しますと。で、おがくずはね、こんな感じで水でね、すすいであげれば簡単に落ちるんで、最初にね、このおがくずきれいに洗い流してくださいと。でね、結構ね、このね、足の襟だとかに、おがくず溜まりやすいんで、この辺もね、きれいに洗い流してあげてくださいと。きれいにおがくずを落とせたら、ここから、茹でていきますと。ちなみにね、カニとかエビって結構おがくずに入った状態で届くんですけど、なんであれね、おがくずにくるまれてるのかっていうと、これね、甲羅の内側にね、エラがあるんですよ。で、そのエラが湿ってれば、カニだとかね、エビは呼吸ができるんで、だからその湿度を保つのに、おがくずがね、ちょうどいいっていう理由で、おがくずに包まれた状態で届くと。はい、そしたら、ここから茹でていきたいと思います。ここから茹でていくんですけど、ズワイガニなんかの場合はね、水から茹でるんですけど、毛ガニの場合は沸騰したお湯に入れて茹でていきますね。で、茹でる際は、このね、お湯に、塩入れるんですけど、塩はね、結構たっぷりめに入れて、だいたいね、海水の濃度になるぐらいね、結構濃いめの塩水で、茹でていきます。これね、海水ぐらいの濃さっていうとしょっぱすぎるんじゃないと思うかもしれないんですけど、このね、カニはね、甲羅に守られてる分味が入りにくいんで、なんでね、結構濃いめの塩水で茹でてもそこまでしょっぱくはならないんで、ちなみに、毛ガニね、塩茹でじゃなくて蒸して食べたいっていう場合はね、ここにね、ふんどしっていうのがあるんで、このふんどしめくってあげて、で、ここにね、こういう感じで塩を入れてあげて、で、このままね、蒸し器に20分ぐらい入れてあげると、蒸して食べることできますんで、で、こんな感じでね、お湯沸騰したら、毛ガニね、茹でていくんで、もうこれはね、このまま入れて、で、あとは、だいたいね、20分から30分ぐらいで火が入るんで、タイマーセットしてって感じですかね。蒸す時も茹でる時もどっちもね、こっちの向きじゃなくて、ひっくり返した向きでカニはね、火を入れてあげると。これね、理由があってね、カニ味噌ってね、このね、甲羅のここに入ってるんですよ。なんでこっちの向きで茹でるとね、この流れ出ちゃうんで、だからひっくり返して、ちょっとでもね、カニ味噌が抜けないようにしてあげるっていうね。で、火はね、これもう強火でグツグツ茹でていくっていうイメージですかね。蒸す場合でも茹でる場合でも、最低20分はね、火を入れた方がよくて、カニとかエビの甲殻類ってこのね、火の入りが甘いとどんどん黒くなっていくんですよ。この黒くなるね、原因っていうのはこのチロシンっていうね、アミノ酸が含まれてるんですよ。で、このね、アミノ酸はこのしっかりね、熱を通すと失活するんで、なんでね、こう中までしっかり火を入れてあげた方がいいっていう感じですかね。でね、茹でてるとどんどんね、こうやってカニって浮いてくるんで、こういう感じでね、なんか蓋してあげて、茹でてください。はい、で、時間になりましたと。で、時間になったら、火止めてカニね、お湯からあげます。この大きさのカニでね、今回は、25分茹でましたんで、お湯からあげたらここのふんどしを折ってあげて、これね、簡単にこう外れるんで、ふんどしね、折ってあげて、
でこうやってねカニを立てといてあげる。そうするとこのね甲羅の中に溜まった余分な水分がね、自然とこう落ちていくんで、この状態で、粗熱取ってあげますと。人によってはこれねお湯からあげた時にね氷水に一瞬くぐらせる人もいるんですよ。氷水にくぐらせることでこのね殻と身の身離れが良くなるなんて言われるんですけど、僕はねあんまり変わらないのかなと思っているんで、氷水に通さずにそのままねこうやって、水切っちゃいますかね。粗熱取れてねこう手で持てるぐらいの温度になったらさばいていきますと。でね順番はね人によって差があるとは思うんですけど、僕の場合ね、まずこの足をね外してしまいますと。足外す時にこれねこうやって足持って、こっち側にねこう折り込んであげる。そうすると、簡単にね足が外れるんですけど、この時に、包丁で切らずにこう手で折ってあげるっていうのがポイントで、手で折ってあげるとこのね骨がねこういう薄い骨があるじゃないですか、これが一緒についてくるんですよ。こういう感じでね、骨が抜けるんで、そうするとこっちのね身に骨が残らずに、食べやすくねなるんで、こうやってね手で折ってあげますと。今度ねこっちの足、これも当然こう関節がね骨でつながってるんで、関節の曲がる方向と逆側に、曲げてあげますと。そうするとこういう感じでねまずはね、足をばらしていきますと。これね慣れてくれば何本かまとめてねこんな感じでハサミも同じようにねこう関節の反対側に折ってあげると、骨が抜けていきますと。今度ねこっちの抜いた方の足あるじゃないですか。ここもねここに関節があるんで、当然ねここに骨がついてるんで、こんな感じで、こっち側も、骨を抜いていきますと。一番先の爪はね肉がないんで、これはね捨てちゃいますと。折ったねこっち側もね実はねここにもう一個関節があるんですよ。なんで、この関節もねこうばらしてあげると、こっちはね短いんですけどこうやって骨がついてくるんで、こっち側もね、ばらしてあげてくださいと。そうすると、一番大きい関節と、あとねその間の関節と先の関節っていう風に分かれると思うんで、足に関しては、あとはね、包丁を使ってばらしていきますって感じですね。こっちの本体の方なんですけど、まずここのね外側の甲羅を外しますと。甲羅を押さえて胴体を上にね引っ張ってあげればこんな感じで、簡単に外れますんで、まずはね甲羅と胴体とばらしてくださいと。こうやって見ればわかるんですけど、カニ味噌ってね、まずここに詰まってるんですよ。甲羅のねこの口の部分っていうんですかね、まずここに詰まってるのと、胴体の真ん中に赤い膜があるんですけど、この下ねここにこう詰まってるんで、このカニ味噌をこっちのね甲羅に、取り置いてしまいますと。スプーンとか使うとね取りやすいですかね。こっちの胴体の方をばらしていきます。胴体の中で食べられない部分を外しますと。まずねここね、口がついてた部分にちっちゃいね腕みたいなのがついてるんで、まずはこれを外してしまいますと。あとねこれねこういうなんかピロっていう食べられないんで外してしまいます。迷う人が多いのがこの部分、これはね、カニのエラに当たる部分なんですよ。これをね外してしまいますと。最初に説明したねここが湿ってればカニっていうのは呼吸ができるって言ってた部分ですね。次ねこのカニの甲羅の方、これさっきカニ味噌取り置いたんですけど、カニはねここにね口がついてるんで、口をまずねこうやって親指で押し込んであげるとパカッと
簡単に外れるので、ここにね、この口にカニ味噌がくっついてくるんで、このねカニ味噌を取ってあげて、この部分は、食べられないので捨ててしまいますと。でここまでが、まず最初にねカニをさばくした準備というか、包丁使わずにね、手でここまで、作業をしてください。ここまで来たら今度ね、包丁でさばいていくんですけど、爪とちっちゃい関節、この辺はねもうひたすらね半分に割っていくっていう感じですかね。真ん中からね包丁入れて、半分に割ってって、であとはねスプーンかなんかで身をね取り出して食べる。で、今度ねこの残ったね大きい関節、この部分はね半分に割っちゃってもいいんですけど、結構ね身が大きくてしっかり取り出せるんで、こっちの直線的な部分とちょっとこう R を描いてる部分っていうんですかねがあると思うんですけど、この直線的な部分じゃなくてこっちのね、R を描いている方の部分の角をちょっと落としてあげて、その R に沿ってこうね殻を包丁で削いであげるって感じですかね。でそうするとね、こうやって身を開けばこんな感じでね綺麗にカニの身が取り出せるんで、なんでこのね大きい関節はこんな感じでさばいていけばいいんじゃないかなと。ちなみにねカニっていうと冬のイメージがあるかと思うんですけど、毛ガニっていうのはね、実は一年中水揚げがあるカニで、なんでね一年中水揚げがあるのかっていうと、毛ガニってね主にね北海道が産地なんですよ。北海道の中でこのね禁漁日と解禁日がぐるぐる回ってるっていうイメージですかね。春先3月から6月ぐらいはオホーツク海なんかがね毛ガニ漁が解禁になって、で夏場になると今度ね噴火湾とかあっちの方で毛ガニのね解禁日が来てみたいな。で夏場過ぎると今度は道東の方で解禁になってっていう感じで、北海道の中でこうねぐる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 産地が変わっていくっていうイメージですかね。今度ね胴体さばいていきます。まずここね真ん中で、半分に割ってあげて、で半分に割った後にね今度このね胴体の裏と表があるんですよ。でこっちの裏側っていうのかな、お腹の部分、こっちはね比較的ね骨が入り組んでないんですよ。こっち側甲羅側っていうんですかね、甲羅側の方っていうのは結構ね細かい骨が入り組んでて、なんとなくここがねこう筋っぽくなってるの分かりますかね。ここの骨がね特に入り組んでてさばきづらくて、ここの一番上、まず一番上をちょっと落としますと。ここのね中の入り組んだ身がこの切り口から抜けるようになるんで、若干なんですけどさばきやすくなりますよと。で、出っ張り落としたら今度は、これをね、真ん中からこうね半分に割りますと。こんな感じですね。この時に、この辺ねこうやってカニ味噌が残ってたら、これはね、すくってカニ味噌に合わせておいてください。で、こんな感じでね割れたらあとは身をほぐすだけなんですけど、さっき言ってたね骨が入り組んでるっていうのは、例えばこっち側ねこのお腹に近い側の身っていうのはこうやって簡単にほぐれるんですよ。骨が入り組んでないんで。結構ね箸でもほぐせるぐらい綺麗にほぐれるんですけど、こっちの甲羅側の身っていうのはこれね骨が入り組んでるんで、
こう簡単にはね出てこないんですよ、身が。こうやってね、まあ表からほぐせるだけほぐしたら、ここをね、ここがまあさっきね最初に切った部分なんですけど、まあここにね箸だとかカニスプーンだとか入れて、こっちから身を抜いてあげると、まあ若干なんですけど身をねほぐしやすいですよって。それでまあこんな感じでねほぐしてあげたとしても、こうやってねこの骨が入り組んでるんで、まあどうしてもね身が中に残っちゃうんで、最後残った身はねこうやって殻割ってかき出してあげてください。結構こういうところに身が残るんで、こういうのをねこうやって割って、出してあげるっていう感じですかね。そうなんでこっち側ね、まあこっちの綺麗に外せた身っていうのは比較的ね骨が残りづらいんですよ。で毛ガニの中で一番ね骨が残りやすいのはこっちの身ね、胴体の中の結構複雑に入り組んだ身っていうのがまあ一番ね骨が残りやすい。でまああとねこっちのね足だとか手だとか半分に割った方はもうこうやってねほぐしていけば簡単にほぐれるので、でまあこっちはねこの最初にこう手で折ってこの骨をね抜いてあげてるんで、まあまずね骨が残ることはないのかなとは思いますんで、一番ね殻を気にしながらさばくのはここのパーツと、あとはまあほとんどね殻が入ることはありませんよ。で、こんな感じでね、カニむけたら最後まあこれねカニ味噌の、掃除をしていきますと。でまあカニ味噌はねこの卵の白身を茹でたようなねこういうプルプルっとした身が混ざるんですよ、どうしても。でね正直ねここはね人によっては食べるし人によっては食べないし、であとカニ味噌のね真ん中に軟骨みたいなのが1個入ってるんですよ。取り除いてあげてって感じですかね。それでまあこのね味噌を取り出してあげて、この甲羅の内側にこういうね硬い膜が1枚ついてるんですよ。なんでまあこの膜を外してあげてって、これですね、この膜こいつをまあ外してあげて、この白身みたいなやつはまあ食べるなら食べて食べないなら食べずにって感じですかね。カニ味噌ね、まあこれそのまま食べてもいいんですけど、僕はね、まあ、これ軽く叩いてあげて、でまあ器かなんかにね入れてあげて、お酒でねちょっとだけ伸ばしてあげて、これをねまあカニの身につけて一緒に食べるっていう食べ方をしますかね。まあ、ちょっとカニ味噌薄めてソースじゃないですけど、まあ、作ってあげてカニと一緒に食べるっていう食べ方をしますかね。まあこっちの身はね食べやすいんでこのまんまにしておいて、このほぐした身なんかはこう甲羅にね戻してあげると、はい、ということでまあカニの茹で方、カニのさばき方でしたと。